軽く塩をまぶして、そこに酒を振って置いておきます。しっかりと中骨に包丁が入りましたら、あとは身を切り離すと。本日はですね、おこぜ。僕はね、手が大きな方ではあるんですが、なかなかね、大きなおこぜが入荷しましたので、今日はこちらのお刺身を作ろうかなと思います。おこぜといえばね、なんといってもこの背びれに猛毒を持っていると。僕はね、この背びれが刺さったことも、刺さっちゃったなんて人も見たことがないんですが、背びれが刺さると手がグローブのように腫れるなんて言われておりますので、作業をする際はね、くれぐれも手に刺さないように注意しながらおこぜをさばいてくださいと。背びれはね、これ最初に包丁で外してしまう方法もあるんですが、ハサミなんか使ってね、切るっていうのも一つね、安全にさばく方法ではありますので、入荷したらね、まずはこの背びれを切り落としてしまうと。背びれを切り落としましたら、この背びれはね、三角コーナーなどには捨てずに、ペーパーか何かに包んでゴミ箱に捨ててね、決して手が触れないような位置に置いてくださいと。まな板を見ればわかるように、おこぜっていうのはね、身の表面がね、かなり汚れてるんですよ。なので、さばく前にね、まずはこの表面の汚れを落としていくと。汚れの落とし方は、水を流しながらね、たわしなんかでこすって、この表面の汚れをきれいに落とすと。おこぜなんかはね、鱗がない魚ですんで、この段階でしっかりと汚れを落としてからさばいていくって形ですね。このまな板を見ていただければわかるように、おこぜってね、そんなに動かない魚なので、この表面にね、苔じゃないんですけど、こういった汚れがね、付着してるんですよね。おこぜをきれいに洗いましたら、ここからさばいていくんですが、背びれを落としているとはいえ、この背びれの根元はね、まだおこぜの身に残っていますんで、この辺はね、十分注意して取り扱うようにしてください。ここからおこぜをさばいていくんですが、おこぜはね、この表面の皮がだるだるね、伸びるので作業しづらいので、包丁はね、ギンギンに研いてから作業をした方が綺麗にさばけますかね。まずはおこぜのお腹に腹びれがありますので、この腹びれから皮を切り離していくと。この時のね、角度なんですけれど、角度はね、腹びれに沿わせるように、なるべくね、身を削らないように腹びれだけ浮かせるようなイメージで包丁を入れてくださいと。そうすると、ここにね、内臓が出てくるんですけれど、この内臓を傷つけないように腹びれを外すと。腹びれを外しましたら、続いて胸びれと一緒に頭を落とすと。おこぜっていうのは頭の大きな魚なので、見た目がね、非常に大きく見えても、意外とね、身の部分は小さかったりしますので、なるべくね、頭に身を残さないように切り進めてくださいと。中骨を切り離しましたら、あとはね、そのまま頭を引っ張りますと、内臓が一緒に抜けてきますので、頭と内臓をおこぜの胴体から引き抜くと。これ、おこぜの卵だとか、あとね、この肝はね、火を入れると美味しく食べることできますので、興味がある方はね、ぜひ別途で取り置いて召し上がってみてくださいませと。このおこぜの肝は、食材としてもね、非常に美味しい部分なので、もしね、食べたいなんて場合は、この肝に血管が入っているかと思いますので、こういった血管をね、骨抜きで取り除きまして、ボウルか何かに入れて、軽く塩をまぶして、そこに少なめにね、酒を振って置いておきますと、肝の臭みが抜けて美味しく食べることできますので、30分ほど置いておいて、あとは茹でてお刺身なんかに添えると美味しく食べることできますので、興味があったらぜひやってみてくださいと。卵なんかも火を入れれば美味しく食べられますし、あとこの頭はね、吸い口にすると非常に美味しい出汁が出ますので、よかったらね、過去の動画でおこぜのお吸い物の作り方なんて動画があると思うので、そちらを参考にね、
薄い口作っていただけたらと思うので、捨てずにね、食べると良いかなと思いますね。頭を取り除きましたら、続いてね、血合いを掃除していくと。この血合いはね、包丁で軽く傷を入れて、こそげるようにすると落ちますので、まずはこの血合いを取り除きますと。血合いを掃除しましたら、ここで一度おこぜの身を水洗いしますよと。背びれを外した関係で、ここのね、身がむき出しになってしまうので、水洗いする際はね、なるべくこの辺に水が飛ばないように、お腹だけね、洗うような感覚で水洗いすると良いかと思います。魚の身っていうのはね、水に当たるとどんどん水分を吸ってシャバシャバになってしまうので、なのでね、なるべく水に当てる面積は少ない方がいいですね。身をきれいに洗いましたら、ここからね、おこぜを3枚におろしていくんですが、おこぜの場合は身を3枚におろしてからこの外側の皮を剥く方と、先にね、こんな感じで外側のこのダルダルの皮を剥いてから3枚におろすっていう方がいるとは思うんですが、順番が前後するだけなので、この辺はね、作業しやすい順番でさばいていただけたら良いのかなと思いますんで、今回はね、ちょっと先に皮を剥いてから身をおろそうかと思います。この尻尾の皮まで綺麗に剥けますんで、先に皮を剥いてからおこぜをさばいても良いのかなと思いますね。この皮もね、火を通すことで非常に美味しく食べることができますので、この皮はね、捨てずに取っておいて火を入れてお刺身に添えると。皮の処理の仕方も後ほど紹介しますんで、この皮は捨てずに取っておきますと。この状態になりましたら、身のおろし方はもうごくごく一般的な3枚おろしですんで、こういった形でね、お腹側から包丁を入れて、続いて背中側から包丁を入れると。おこぜなんかはね、このコロッとした魚体をしているので、このね、なかなか魚が安定しなくておろしづらいかと思うんですが、こういう時はね、この左手の押さえるね、力加減でうまいことね、包丁を入れやすい角度を見つけながら3枚おろしにしてくださいと。しっかりと中骨に包丁が入りましたら、あとは身を切り離すと。この骨を見ればわかるように、結構ね、骨の隙間が狭くて、規則正しくおこぜの場合は骨が入っているので、意外とさばき出してしまえばさばきやすい魚かなとは思いますので、このね、3枚おろし自体はそこまで難しくはないですかね。反対側の身もね、力を入れすぎずに、しっかりと中骨に沿って包丁を入れていけば、そんなにね、骨に身を残しすぎるなんてことはないのかなと思いますので、背中に包丁を入れて、続いてお腹に包丁を入れてと、こういった順番でさばいていきます。おこぜなんかは身が結構弾力が強かったり、皮目というかこの腹膜の部分がね、ダルダルっとしていたりして、この辺がね、包丁が引っかかってさばきづらいなんてことはあるかとは思うんですが、おそらくはね、3枚おろし自体はそこまで難しくない魚かなと思いますので、骨をきれいに残すようにさばけたら良いのかなと思いますね。これね、中骨なんかもお吸い物なんかでね、出汁に使えるんですが、今回は背びれをね、ハサミで切っただけで、こっちにね、背びれの根っこが残っているので、背びれの根っこはしっかりとね、外してからこっちの部分を出汁で使うと。背びれの残りっていうのかな、この骨は食べないようにしてください。ここから腹膜ですとか外側の薄皮だとかこの中骨の処理をしていくんですが、通常の魚はね、最初にこの腹膜をかいて中骨を抜いてこのね、外側の皮を引くかと思うんですが、おこぜの場合はね、先にね、この中骨を抜いてしまいますと。やってみればわかるんですけれど、おこぜの場合はね、この中骨が腹膜に沿って刺さっていないんですよね。なので、先にね、骨抜きを使って、この中骨を取り除いてから腹膜を掃除すると。そうするとね、作業しやすいので、まずは中骨を先に抜いてしまいますと。腹膜を先に掃除しようとすると、この中骨をね、切断するような形になってしまって、中骨がね、途中で見つからなくなるんですよね。なので、先にね、この
中骨を処理してから身の掃除をしていくと。中骨を抜き取りましたら、続いてこの腹膜を包丁でこそげ取っていくと。包丁はこれね、柳刃に持ち替えて作業した方が綺麗にさばけるかと思いますので、柳刃包丁で腹膜をすき取ってくださいと。腹膜をすき取りましたら、続いて身の皮をそぎ取っていくと。オコゼはね、最初にお話しした通り、頭が大きくて、意外とね、食べる部分は少ない魚なので、なるべくね、皮目ギリギリを攻めて、しっかりとね、身を残せるように皮を引いてくださいと。皮をね、厚く引くと食べる部分がどんどん少なくなってしまいますので、皮はね、薄く引いて食べる部分がしっかりと残るようにさばいてくださいと。引いた腹膜と薄皮は火を通せば美味しく食べられますので、これもね、取っておいて火を入れてお刺身に添えると。ここまで来ましたら、あとね、切って食べるだけに感じるんですが、オコゼっていうのはね、ここでね、最初に骨を抜いてはいるんですが、結構ね、骨の残りやすい魚でして、皮を引いたね、こっち側からこう身を触ったりすると、残ってる骨が出てきたりしますので、そうしたら通常はこちら側から骨を抜くかと思うんですが、このね、皮目ギリギリに骨が残っていたりするので、手で触ってね、骨が見つかった場合は、こちらのね、皮目の方から骨を引っ張って抜いていくと。そう、こういうね、細かい骨が出てきますので、こっちのね、皮目からも骨を探すようにして、見つかったら骨を抜くようにしてください。骨を抜きましたら、あとはね、切って食べるだけですんで、この後にね、先ほど取り置いたオコゼの皮ですとか肝のね、処理を紹介しますので、ペーパーに包んで冷蔵庫に保存しておくと。続きまして、こちらオコゼの皮と腹膜と、あと薄皮ね、それと肝に火を入れていくんですが、この際のね、ポイントはね、火を入れる時間ですかね。まずはこちら腹膜と薄皮なんですが、このね、腹膜薄皮に関しては20秒ぐらい、しっかりとね、火を入れると。20秒ほど経ちましたら、湯から取り出して氷水に落とすと。これね、火を通す時間が短いと口の中でね、噛み切れなくて、なんかね、歯触り悪くなりますので、20秒ほどしっかりと火を通してくださいと。そうで、これ火を通す時間が長すぎると、今度はね、身がボロボロになって全然美味しくなくなってしまうので、20秒ぐらいが目安かなと。今度はこの皮に火を入れていくんですが、この皮はね、だいたい50秒程度。これはね、火自体はすぐ入るんですが、火を入れる時間がね、短いと口の中にね、残って噛み切れない、なんかムニュムニュした食感が非常にね、不快ですんで、しっかりと火を入れて噛んだ時にね、このオコゼのゼラチン質を感じられるような、それぐらいまで火を入れると。50秒ほどしっかりと火を入れましたら、こちらも湯から上げて氷水に落とすと。そう、これね、しっかり氷に取らないと、この表面のね、ゼラチン質が溶け出してベタベタっとした手触りになりますんで、しっかりとね、湯から上げたら氷水に落とすようにしてください。最後ね、こちらの肝に火を入れていくんですが、肝はね、だいたい90秒程度中までしっかりと火を入れて、それから食べると。肝もね、大きさによってはもう少し短くてもいいとは思うんですが、しっかりと火を入れて、それから食べるようにしてくださいと。しっかり火が通りましたら氷に取ります。火を入れましたら、こちらね、肝とこの腹膜とこの表面の薄皮、この3つに関しては、あとはね、切って食べるだけなんですが、最後ね、この外側の皮だけちょっと処理が必要なので、この皮の処理について紹介しますと。見ての通りね、この皮の表面に白くね、このぬめりが浮いてきますので、まずはこのぬめりを指でこすって落としていくと。これだから湯引きするとね、魚のぬめりが浮いてくるっていうのと一緒ですよね。お湯に落としてこの白く固まったね、表面の魚のぬめりを指で落とすというのが最初の作業ですね。皮の汚れを取りましたら、続いてこの皮に残った骨を抜いていくと。皮
皮に骨が残るって何のことだと思うんですが、オコゼっていうのはね、すごい特殊な構造をしていて、このね、体の表面っていうのかな。だからこの皮目に骨が入っている魚なんですよね。抜くとね、こんな感じで骨が皮目から出てきますので、この骨をしっかりと抜いてから食べるというのがポイントですね。なんかね、不思議なんですけど、こういう構造をした魚なんですよね。だからこの骨を残したまま皮を切ってしまうと、せっかくね、ブルブルのこのゼラチン質の食感の中に硬いね、骨の食感が残って台無しになってしまいますので、しっかりと骨を抜き取ってから切って食べると。骨のね、位置自体は比較的ね、規則正しく並んでいまして、手で触るとね、簡単に硬い部分が見つかるかと思いますので、硬い部分を見つけたらそこにね、骨抜きを当てて骨を引っこ抜くと。作業自体はそんなに難しい作業ではないですよね。ただ骨があるっていうことを知っておいてくださいと。皮目の骨を処理できましたら、あとは切って食べるだけですんで、ここまでが皮とね、肝の下処理でございます。皮目とね、肝と、あとオコゼの身を準備できましたら、ここから刺身に引いていくんですが、本だとかね、ネットのサイトなんかを見ると、オコゼは薄作りにするのが正しいみたいなね、書き方をされる場合が多いんですが、身の厚さに関してはオコゼの状態に激しくよると言いますか、結局ね、オコゼってこのオコゼなんかもそうなんですけれど、生きた状態で市場に届いて、それをね、朝締めて、半日とか寝かした状態で食べることが多いんですよね。そういったオコゼの場合だと鮮度が良くてね、身がプルプルしているので、あまりね、厚く切ると口の中でオコゼの身が噛み切れないので、そういった身質の場合は、薄く切って薄作りにするんですが、例えばね、のじめのオコゼなんかである程度ね、鮮度が落ちていて食感がね、薄い場合なんかは少し厚めに切った方が美味しく食べられますし、その辺のね、加減は自分で実際にね、さばいてみて食べてみて、これぐらいの鮮度ならこういった厚さに切った方が美味しいっていうのをね、見つけていただくのが良いのかなと思いますので、もうその辺はね、手に入れたオコゼと相談しながら厚さを決めて刺身に引いてくださいと。身を切りましたら、あとはね、この辺の添え物たちを適当な大きさに切って盛り付けると。これね、刺身の鮮度に関しては最近はね、熟成なんかもだいぶ浸透してきてはいるので、しっかりとね、寝かせた方が美味しいなんて意見もあるかとは思うんですが、僕はね、白身のね、こういったさっぱりした魚、脂を楽しむというよりもこの風味だとか食感を楽しむような魚っていうのは、意外とね、寝かせるよりも締めてからね、半日程度経ったぐらいが美味しいと感じているので、あまり寝かせすぎずにしっかりとね、プリプリっとした食感が残った状態で食べたいと思うので、そんなにね、熟成させることはないので薄く切るんですが、確かにね、熟成させると魚の味は出てくるので、2、3日とかね、1週間とかしっかりと寝かせたオコゼを食べる場合なんかは、もう少しね、身を厚めに切ってもいいのかと思いますので、その辺は好みで調整してくださいと。こういった形でね、刺身を引きまして、薄皮だとかね、肝、あとはこの外側の皮を添えましたら、あとは薬味を添えて食べるだけと。わさび醤油でも美味しいんですけれど、オコゼはね、ポン酢で食べても美味しいかと思いますので、今回はね、わさびではなく、ポン酢用にね、すだちと、あとネギですね。ネギはどんなネギでもいいと思うんですが、今回はこの芽ネギっていうね、細いネギを用意しまして、芽ネギを添えて食べようかなと。あとね、好みでもみじおろしなんかも添えるといいかと思いますんで、お好きな薬味を添えてオコゼを楽しんでくださいなと。オコゼはね、さっぱりとしていて夏を代表する魚でもありますので、今回はね、オコゼのお刺身を紹介いたしましたと。ぜひね、釣りなんかでね、釣れる機会も多い魚だとは思いますので、何かの参考になりましたらと。はい、ということで、今日はオコゼのさばき方を紹介いたしました。以上です。